こんにちは。今日は新ニーサで永久保有、配当利回り 4% 以上で自社株買い実績あり、業績から選別した最強中の最強銘柄7選をご紹介します。紹介する銘柄は、国内上場企業3902社の中から新ニーサで永久に保有したい銘柄を選別しました。条件は、毎年高配当利回りを維持、増配に積極的、自社株買いの実績があり、純利益売上高が増加中の上記すべてを満たす銘柄15社を選定し、そこからさらに最終7社まで絞りました。それではご紹介していきます。7位は伊藤忠エネクスです。全国各地の地域に根ざし、石油製品、LP ガス、電力、車を中心とした生活に欠かせないエネルギーやサービスを提供しています。企業概要は、決算3月で設立1948年の4月、上場は1978年の2月となっています。時価総額は1806億円。従業員数は490名。平均勤続年数は15年で、平均年齢は41歳。平均年収は952万円。株主優待はなしとなっています。株価です。株価は現在1537円前後で推移しています。2019年からは約 1.5 倍となっています。テクニカル分析的には月足週足ともに陽線で上昇トレンド継続中となっています。業績です。期間は2014年から24年の間で売上高は 0.7 倍、純利益は 1.8 倍となっています。配当利回りです。配当利回りは2024年予想が 3.4% 前後となっています。次回決算では増配予定ですが、株価が大きく上昇したため、見た目の利回りは減少しています。2017年以降は 3% 以上キープしています。配当金です。1株当たり配当金の2024年予想は52円となっています。2013年は16円でしたが、10年間で3倍以上となっています。コロナ禍でも増配しているのも長期保有銘柄として魅力です。直近のニュースです。10月31日に発表した業績予想では、通期の税引き前損益は前年比 3.2% 減益の223億円の予想となっています。自社株買い実績です。2010年から2023年で2回実施されています。2012年以降、自社株買いは行われていません。まとめです。株価は A、自社株買いが C、利回りが A、配当金が B、純利益が B となっています。増配には積極的なため、あと自社株買いも実施してくれればさらに良い銘柄になると思います。次は6位の紹介です。6位は日本タバコ産業です。世界最位のタバコ販売会社でタバコ事業、医薬事業、加工食品事業を展開しているグローバル企業です。2023年6月時点で財務大臣が 37.57% の株式を保有しています。企業概要です。決算は12月、設立は1985年の4月、上場は1994年の10月。時価総額は 7.5 兆円、従業員数は5819名、平均勤続年数は15年、平均年齢41歳、平均年収903万円で株主優待なしとなっています。株価です。
現在地は3645円です。2019年から約 1.2 倍となっています。業績です。2014年から売上高は 1.1 倍。純利益は2014年から上がったり下がったりを繰り返し、現在はほとんど変化がありません。配当利回りです。23年の予想が 5.06% となっています。2017年以降は 3.5% 以上キープし、直近では 6% 前後と高配当利回りが続いています。次は配当金です。1株当たり配当金の2023年予想は188円となっています。2013年は68円でしたが、昨年は188円と10年間で約3倍となっています。長期保有銘柄としてコロナ禍でもしっかり配当を出しているのは魅力です。次は直近の決算ニュースです。10月31日に発表された2023年12月期の第3四半期税引き前損益は前年比でプラス 9.4% 増益の5862億円となりました。なお、売上高は前年比でプラス 7.4% 増収となっています。社株買いの実績です。2010年から4回ほど実施されています。直近は2019年の500億円の社株買いです。社株買いに積極的な企業と言えます。最後、まとめです。株価は B、社株買い B、利回り S、配当金 B、純利益 B となっています。高配当利回りはこれから株を購入する方には魅力で、増配にも積極的なため、長期保有銘柄としておすすめです。また、海外進出に力を入れているため、さらなる成長に期待したいです。5位はソフトバンクです。通信 &ICT ソリューションがメインのソフトバンクグループの子会社です。モバイル通信は業界3位、LINE、Yahoo に加え、日本最大の QR コード決済サービス PayPay も展開しています。また、近年は AI ビジネスも加速させています。企業概要です。決算は3月、設立は1986年の12月、上場は2018年の12月。時価総額 8.4 兆円。従業員数は 19,045 人。平均勤続年数は13年。平均年齢40歳。平均年収は804万円で株主優待なしとなっています。株価です。現在地は1759円となっています。2019年からは約 1.3 倍となっています。業績です。2017年から売上高は 1.5 倍。純利益は23年の3月までは増益が続いていましたが、24年3月の予想は減益となっています。配当利回りです。24年の予想は 4.89% となっています。2019年から 5% 以上で高配当利回りを維持しています。配当金です。24年の1株当たり配当金の予想は86円となっています。2019年は 37.5 円でしたが、5年間で 2.4 倍以上となっています。コロナ禍でも減配していないため、長期保有銘柄として魅力です。直近の決算ニュースです。11月8日に発表した2024年3月中間決算の税引き前損益は5009億円。前年比で 18.7% の増益となりました。次は社株買いです。社株買いに積極的で
5年間で3回実施されています。23年5月から24年3月にかけて1000億円規模の茶株買いが実施されています。まとめです。株価は B、茶株買い A、利回り S、配当金 S、純利益 C となっています。高配当利回りはこれから購入する方には魅力的です。また、増配にも積極的なため、長期保有銘柄としておすすめです。純利益が伸び悩んでいるのが注意点ですが、投資に積極的なため、今後の活躍に期待したいです。4位は三井住友フィナンシャルグループです。三井住友銀行を中核とする大手金融 SMBC グループです。銀行業務を中心にリース業務、証券業務、資産運用業務、システム開発などの金融サービスを展開しています。企業概要です。決算は3月。設立上場ともに2002年の12月。時価総額は 9.2 兆円。従業員数は1290人。平均勤続年数は15年。平均年齢39歳。平均年収は1086万円。株主優待なしとなっています。株価です。現在地は6880円。2019年から5年間で約 1.7 倍となっています。業績です。2014年から売上高は 1.6 倍。純利益はコロナ禍で大きく下がりましたが、24年3月の予想額は10年前から約 1.1 倍となっています。利回りです。24年の予想が 3.9% 前後となっています。24年3月決算予想は去年の240円から270円に30円増配予定となっています。配当金です。1株当たりの2024年予想は270円となっています。2013年は配当金が120円でしたが、10年間で約 2.2 倍となっています。コロナ禍でも右肩上がりに増配しているのはかなり魅力です。直近の業績ニュースです。11月14日に発表した2024年3月期中間決算の経常損益は7092億円と予想を 6.3% 上回る水準となりました。自社株買いの実績です。14年間で6回実施されています。自社株買いに積極的で23年5月から24年3月にかけて1500億円規模の自社株買いが実施されています。まとめです。株価は A、自社株買い A、利回り S、配当金 A、純利益 A となりました。純利益が伸びており、今後1兆円超えを目指していると思われますので、今後の活躍にさらに期待したいと思います。3位は白東です。独立系のエレクトロニクス技術商社です。電子デバイスや電子コンポーネント、電子機器を取り扱っています。化合物半導体装置で世界トップクラスのビーコインストゥルメンツ社と代理店契約を結んでいます。企業概要です。決算は3月、設立は1953年の11月。上場は1995年3月。時価総額1233億円。従業員数は682名。平均勤続年数は13年。平均年齢は44歳。平均年収は916万円で株主優待はなしとなっています。株価です。現在地は5430円で2019年から約 2.5 倍となっています。業績です。2014年から売上高は 1.6 倍。純利益はコロナ禍でも下がらず、24年3月の予想は
10年前から約 3.8 倍になっています。配当利回りは2024年の予想が 5.16%。2020年からは利回り 4% 以上をキープしています。配当金です。24年予想は280円となっています。なお、10年前の2013年は35円でしたが、10年間で約8倍以上となっています。直近の業績ニュースです。10月31日に発表された業績予想では、通期の税引き前損益は 36.9% 減益の76億円の予想となっています。社株買い実績です。14年間で7回実施されています。直近では22年の11月から23年3月にかけて15億円規模の社株買いが実施されました。まとめです。株価は S、社株買い A、配当利回り S、配当金 S、純利益 S となっています。24年の純利益の減益が気になりますが、世界的な半導体不足から国内屈指の電子機器メーカーとして今後の成長に期待したいです。2位はタマホームです。木造住宅メーカーで住宅事業、不動産事業を営んでいます。ローコストな自由設計注文住宅をキャッチフレーズに、全国47都道府県にネットワークを確立しています。首都圏郊外や地方を中心に展開。分譲住宅やオフィス区分販売も行っています。企業概要です。決算は5月。設立は1998年の6月。上場は2013年の3月。時価総額1076億円。従業員は3153人。平均勤続年数8年。平均年収777万円。平均年齢は41歳。株主優待ありとなっています。株価です。株価は現在3925円で推移。2019年からは約 3.5 倍となっています。業績です。2014年から売上高は 1.3 倍。純利益はコロナ禍でも下がらずに、2024年5月の予想額は10年前から 4.75 倍となっています。配当利回りです。24年の予想が 4.7% 前後となっています。19年以降は 5% 前後をキープしており、24年5月決算も増配予定となっています。配当金です。24年の予想は185円となっています。2013年は25円でしたが、10年間で約 7.4 倍となっています。コロナ禍でも増配している数少ない企業です。直近の業績ニュースです。10月10日に発表された2024年5月の通期経常損益は 4.6% 増益の141億円となっています。社株買い実績です。14年間で4回実施されています。直近では23年1月から23年2月にかけて10億円規模の社株買いが実施されました。タマホームは高配当に加え株主優待もあります。100株以上で年間1000円相当のクオカードがもらえます。また、保有年数3年以上の株主は年間で2000円分のクオカードがもらえます。まとめです。株価 S、社株買い A、配当利回り S、配当金 S、純利益 S となりました。純利益も売上高も右肩上がりに伸びており、さらなる成長に期待が持てます。連続増配に加え、社株買いにも積極的で、さらに近年なくなりつつある株主優待も維持しているので、国内の
株主を大切にしているタモホームは長期保有銘柄としてかなりおすすめです。そして1位は三菱 UFJ フィナンシャルグループです。メガバンクの三菱 UFJ 銀行などを傘下に置く三菱グループの金融持ち株会社です。資産規模は約190兆円で世界最大級の金融グループとなっています。企業概要です。決算は3月。設立上場ともに2001年の4月。時価総額は15兆円。従業員数は3117名。平均勤続年数は15年。平均年齢は40歳。平均年収は1041万円。株主優待なしとなっています。株価です。現在地は1210円です。2019年から5年間で約 2.5 倍となっています。積極的に社株買いを行っている企業で、今後も株価上昇に期待が持てると思われます。業績です。2014年から売上高は 1.7 倍。純利益は SMBC グループと同じくコロナ禍で大きく下がりましたが、現在は以前以上の水準まで回復しています。配当利回りの24年予想は 3.39%。2023年は 3.7% となっています。配当金です。2024年の予想は41円となっています。2013年は13円でしたが、10年間で約3倍となっています。コロナ禍でも右肩上がりに増配しているのはかなり魅力的です。直近の業績ニュースです。11月14日発表の2024年3月期の中間決算の売上高は前年比で 1.31 倍。経常損益は 1.7 兆円と前年比で 2.16 倍となりました。自社株買い実績です。自社株買いに非常に積極的で、この銘柄の一番のおすすめポイントです。7年間で9回も実施されており、現在も23年の11月から24年3月にかけて4000億円規模の自社株買いが実施されています。まとめです。株価は S、自社株買い S、配当利回り A、配当金 A、純利益 B となっています。なんといっても圧倒的な社株買い実績でこの銘柄を1位にしました。業績傾向や配当利回り、増配回数ももちろん大切ですが、社株買いへの積極性は株価上昇に大きく起因するため、長期保有銘柄選定に非常に重要なポイントだと思っています。ウォーレン・バフェット氏も自身の著書の中で、純利益の増加率、社株買い実績という2点を非常に重要視していると述べられていました。リスクが高かったリーマンショック時のモルガン救済も現在では大きく恩恵を受けています。先進性に加え、その企業姿勢からも今後の成長に期待したいです。最後は新NISAでの購入後シミュレーションです。購入額は100万円分、運用は複利、株価を一定、配当利回り 4% 固定で計算しました。年間配当は1年目に4万円、5年目には 4.6 万円、10年目に 5.6 万円、20年目に 8.4 万円、30年目には 12.4 万円となります。この動画が高配当株投資を考えている方の少しでもお役に立っていれば幸いです。良かったと思われた方は、いいねボタン、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いいたします。それではご視聴していただきありがとうございました。